ハローこんにちは。 T1vs.KT セカンドゲーム始まりました。初戦は KT がトップの2キルからスノーボールしてサポートが動きまくってゲーム決めたね。うまかったわ。KT ほんと強いね。で T1 ここでブルーサイド、ニーコファースト。ニーコはミッドだよね。ジャングルも一応いけなくはないだろうけど、フェイカーニーコです。勝率高っ 68%、一応ナフはされてるけどな。ウルトの栄称がもうちょっと早く敵に見られるんだっけ。KT ここで何を取る？セジュワニ。セジュワニの評価高っ。やだ、世界大会前にナーフしてセジュワニもっと。こいつナーフされてなかったっけ？セジュワニレネク、トップジャングル強え、シナジーがある。レネクトンに対して何を取るんだ？カサンテ取る人いたけど、俺カサンテレネクトン相手ダメだと思うんだけど、どうなんだろうな。ジャックスで通常攻撃無効化してってなるとセジュワニ相手も良さそうだけど、一旦ノーチ、ケリアの得意のノーチ、ピック早いね。敵のレヘンズもノーチうまいからか、取り上げの要素もあって。ノクターン、ノーチノクターンもう出すの？相手のキャリーたちがベタ足だったらこれ出すの分かるけど、今のところレネクとセジュワニであんまり美味しくないように見えるけどね。サブスクライブありがとうございます。機動力が欲しいのでここで何を取る？ BDD といえばやっぱアジールの印象はあります。They'll take the Azir instead here for a little bit more safety and a little bit more prowess in lane. As you didn't go for the Maokai, so you're not taking the Jace here. You've got the Renekton Azir combo, which offers you a lot of early mid-game power as well as some decent scaling with the Azir. Now you're going to start targeting away some of these picks here for Zeus, taking away the Aatrox, and you could ban Jax here as well, because Jax does synergize quite well with the engage that T1 have. It's a little bit more difficult to pinpoint what Guma is going to play because the champion pool still fairly open here. Yeah, you don't have the set in this area, but there's a lot of other scaling picks here and follow-up, dive picks to what T1 have. So I'd rather see something like a Jax ban here for KT. We'll see what they decide. Yeah, we'll see what they go to. The Gnar is going to be taken away, of course. Zeus, basically his two favorite champions at the moment. The Gnar has been actually very, very good in his hands. And the Aatrox needs no introduction if you watched anything yesterday. I'm really surprised by the Rakan being banned away here. Because Keria, yeah, he went on a bit of an expedition in the last game. タリック相手突っ込んでくるから。でもタリックのウルトタイミング難しそう。ノクターンが視界消してくるしね。ノクターンのウルトからの、そっか、ニーコのウルトが強えのか。レオナはどうなんだろうね。レオナはどうなんだこいつ。超刺さるか何もできないかの2択になりそうだけど、レーンからガンガンやるんだったらノーチ相手有利取ってレーン強いだろうけど、手段戦ってなるとね、やっぱスキルが難しいんだよね。ドレイブン、レオナ弾けるっていうのもあるのかな。レオナがいいやってきてもいいで弾いて、うわもうやばこれ構成 T1。 もうノクターンが明かり消します、ノーチが打ち上げします、ニーコもフラッシュしてエンゲージして敵2人ぐらいを確実に持ってきますからのランブルとドレイブンのウルトでフィニッシュウルトぶっ込み構成やば。これ ADC 機動力ねえと終わるぞ。おいエズリアルどこだよ、バンされてる。逆にここでシビアバルス Really? Holy shit! もう逃げない。バルスとレオナでこっちも CC かけて、ドレイブンお前も機動力ねえよなと。マジかよ。これバルスどうやって生き残んのレオナで。マジで何なのこれバルスは。マジ
ベタ足だぜ。農地のウルト食らってランブルウルトピューだけで終わんない？火力一つも出せないよ。ナイトエッジが出ればまあ、でもナイトエッジ出てもね、ノクターンのウルトでナイトエッジが消えるんだよね。視界が消えなくなる代わりに。こんにちは。 T1vs KT セカンドゲーム。俺これ構成 T1 えぐいと思う。強いと思うよ。しかもベタ足バルス相手にマジで刺さるね。バルスをラストピックで取るだと、まあこれ連戦でボコる作戦だと思うよ。レオナ・バルスは正直集団戦に寄せてない。もう連戦ガチでしばくよと、ドレイブンボッコボコにするよと。おお逆に入った。うわこれプラン崩れたぞ。これ死ぬ。オーマイガー GJ OK done game is done。終わり。これマジで終わった。もうこれでわかる。T1 勝ち。うわこれレオナが刺さってたら逆にドレイブンぶっ殺してて、うわ紙一重だったね。誘ってたんじゃねえかこれ。一人ランブルレベル2先行。トップでいかないと持ってくるって珍しいでしょ。ランブルはね、イグナイト持ってるときマジで強えのよ。レネクトンが9で回復するってのもあるしな。ノクターン怠慢最強キャラよ。セジも弱くはないけど意外と勝てるわけがない。でボトムはさっきのプレーで主導権握ってるからね。オーマイファック。ランブルマジでバカみたいに強い連戦。しかもイグナイトだし、こいつマナがねえからな。プッシュも速くてテレポートいらねえんだよな。正直 OP キャラだよね。最近調整されて Q が割合ダメージになったからビルドも変わってヒート管理もしやすくなってるし。そうそう、イグナイトでニンバスクローク持ってんだよねランブルって。敵に貼り付ける。ずっと Q を当て続けてオーバーヒートしてる通常攻撃打てるからすごい相性がいい。ランブルマジでダメージいかれてんな。ダブルバフランブル。あんまりクールダウンとランブルって相性良くなかったけどすぐオーバーヒートしちゃうから。でも今はオーバーヒートが150になってるんだっけ。すごいいいだろうね。フラッシュして、うわーレオナのスキルが当たらない。だからこれがあるからレオナむずいんよ。あれもう終わってないこれゲーム。トップ CS2 倍差ついて。いやまだボトム分からねえか。ジャングラーの動きで分からなくはなりそう。ドレイブンが帰ったらまあとんでもねえアイテム。ビッグファッキンソード。What the fuck? Yo, look at that damage. ドラレ1個だよ。今のでなんか HP4 割ぐらい消えんかった。半分ぐらい消えたよ。What the fuck? いかれとるあのジャンプ。ニンバスクローク持ってんのかノーチも。ユナイト使って。おおミディアン、逃げろ。And there should be this wave pushing through, denying a lot of minions here to Guma. Not going to stay for the plate here because it's a little bit too greedy, a little bit too low on the health. ドレイブン帰った。ビッグファッキンソードはさすがに買えなかった。終わりです。やば。これレネクトン TP もないじゃん。Yo, that's fucked. いや終わってる終わってる。ガチで終わり。やば。What the fuck?
あのキーンがだ、ここまでボコられる。ランブルやべえな。そうね、このイコライザーから入ってくんだよね。一瞬かすればいいのよ。火力がバカげてるな。No, and the team fights are going to be just ridiculously strong. ランブルの初代アイテムも変わったんだっけ？もともとナイトハーベスターだったけど、今は悪魔の抱擁だから耐久力も上がってるからね。ビルドも変わったからすごい安全になってる。テレポートないからさ、一回やられるとやばいけど、危険感じたらイコライザー、アルティメットをウェーブに打てばウェーブリセットできてバックできるんだよね。これがランブルの利点でもあるよね。強さでもある。ウルス版が強いというか、狙われてもウルトピューって引いてミニオン焼いて帰れる。ウェーブも直せるから万能です。マナもねえ。He is a potato in this game, unfortunately. Like, he can't do anything. He literally can't farm. He cannot clear anything. He's sitting in experience range. これどうやってゲームやるの KT？ That's the best he could hope for. At least he wasn't zoned out of that. これセジオネがトップ来ても多分ランブルが勝つ。でプラスノクターンがいるからノクターンの位置を完璧に把握しないとトップ助けられないしな。セジオネにランブルがイグナイト持ってる時だったら 1v2 可能だし、ノクターンがいたらもうそこでゲームオーバーだし、もうトップいけねえからレンクトン終わりですね。ってなるとセジオネがトップいかねえから逆にノクターンが来るともっと終わるね。もうヒュリー貯めるぞ。ここまでトップギャップというか徹底的にトップぶっ壊すのは久しぶり見るな。ここ最近はここまでのトップ差は出ねえけど、えぐ。やっぱゼウスはこうでないとねえ。ジェンジーと去年の LCK のファイナルで戦ってさ、プレーオフの1戦目 2試合目は JS とかキャリーチャンプやってグラガスにボコボコにされて、そっから壊れてサイオンオンサイオンオン一生やってたけど、だよな、ゼウスこそファッキンキャリーチャンプだよな。あそっからゼウス調子悪くなってたんだよね。もうゼウスが好きなチャンピオンやらせればいいよ。火力が出る。一応来るけどレオナとセジュアにノクターンがね、ウルトはねえからここがチャンスなのか。一回は倒さねえとマジでやべえぞと。死なないこれ。これビルド変わってっから勝てんだよ。なんだこれ。ジャイアントベルト初手で買ってるよあいつ。ジャイアントベルト初手で買うトップレーターどこにいんだよ。うわーいや負けてるレーンに行くとねこうなるっていうね。負けてるレーンは捨てなきゃいけねえけど捨てることもできねえから助けに行くがどうだ。フェイカーが狙われるけど逆に持っていく。フェイカーギリギリ生き残る。Faker's gonna flash away, and there's at least a kill to go over to PDD. I mean, Keen's chasing Faker down. He's like, why won't he die? Oh, right, I've only got a longsword in my inventory. ドレーブンゆっくりパン食ってる。And I said we were going to know who's going to win this game when it crests 20. It's cresting 10, and we have our answer. This game is over at this point. Atlas is top side here. This is just another denial of minions here for Keen. He flashes forward, or dashes forward rather, tries to set up the stun here. Zayas just walks it out, but he will lose all those minions. 壊れてておもれ。ランブルはね、まあいいキャラだよね。見てておもれえもん。ミッドランブルは正直クソだけど。
ウェーブ押し込んでロームしての繰り返しであんまり楽しくないけど、トップランブルおもろいな。壊れてておもろいけど今暗会場。めっちゃ一生懸命拍手するじゃん。右側に映った女性が多分この世で一番一生懸命拍手してる。ドレイブ240スタック、レベル1でキル取ったからスタックがすごい溜まってんのか。もうランブルが降りてくるたびにドラゴンゲットじゃない？ティーンはもう1個取ってるし。もうレネクトンタワーから出れません。ワード置きに行こうとしてランブルと出会うと死ぬ。一旦ランブルがトップにいるからこのタイミングで何かしないといけない。 KT はいかにランブルがいない時に戦わなきゃいけない。4対4で勝つ。ランブル TP はねえからな。だから何かしないといけないよ KT も。ランブルが降りてきたらおしまいだからその前に何かしたいけど T1 も弱いわけじゃないからね。ボトムなんならドレブン今クソ強いから。得意のケリアの得意のノーチで仕掛ける。レオナの挙動がどうなってんだこれ。ドレーブンに CC は当てるけどバックラインまで侵入できるキャラがいねえ。後ろからレネクトン。しかしレネクトンも来たけどランブルも来た。レネクトン腐りすぎててダメージがなくて何もできない。 GG。Faker, by the way, not even pop blossoming in that initial part of the fight. Guma, another cash, and this one actually relevant. You know, the last one was somewhat relevant. ドレーブン芯持ってるからか。スキル使ってダメージ上げたね。And it was just one kill earlier for the Draven. You're like, okay, well that's not completely on fire, right? It's not a 50 top lane, right? Well, with this cash in now, it certainly is definitely looking pretty doomed. Is just going to go ahead and go back and buy that Triforce. And, you know, BDD, he picks up a kill in this game early, but he's still not ahead of the curve and won't be able to make the same impact with no follow-up damage, unfortunately for him. And we'll see what he ultimately ends up building. ランブルってむずいのかな。もともと結構むずかった。やっぱ特殊でヒート管理がむずくて。でも今はかなりシンプルになってんじゃないかな。今150だからねヒート。難易度は下がってそう。手出しにくいキャラではあるよね。よく分かんなくて。No, he just can't. He's got an Iron Spike Whip that in a lot of other games would have just been a Gore Drinker already completed. He's trying his best. いや LEC のさ UI がすごい恋しいな。ゴールド差が常に見えるから対面とのトップのゴールド差どれぐらいあるんだろう。たまに映してくれるけどね、常に見たいよね。UI は LEC が最強だわ。It's hard to out macro your way out of this one. Like stuff like this, BDD's got his crown now. He's just waiting for Faker. パワープレート差は見せてくれるけど、結局トータルゴールドはどうなんて。まあでも3000近くはあるんじゃないトップ。アイテム見たらわかるけどね。終わってんね。案外レベルは1個差しかないけど。おお、これを狙ってたか。うまい。これマジでうまい KT。本当にうまい。わランブルが TP したと思ったらニーコがランブルに化けてて TP したんか。うわこれすごいね。ヘラルドはギブして相手がヘラルド取ってから帰ってくるところを狙った。読んでたね。 ADC が一人で先に帰ってくるだろうって。ADC は味方がヘラルド取れたからあ俺行かなくていいやってことでミッドにいち早く戻るんだけどそこを狙ったね。マジこの一瞬の隙をつくの本当にえぐいね。
about as hard forced as you could make it, but it is successful this time. And BDD flashing for the play is going to pick up some additional money here for aiming. There's no way that KT wins this game, right? I just don't see it, man. I still don't see it. I didn't see BDD getting anything out of that. I apologize to everyone. バルス2キル、アジールも1キル、まあ、トップは KT 終わってるけど、ミッド ADC は育ってるよ。でもさ、バルスでどう生き残るの？脅威バルスだね。アタックスピードバルス、本当通常攻撃殴れる暇がないだろうから、脅威行くんだろうなとは思ったけど。もう死ぬ前にポークでできるだけ削っとくか。一応ストップウォッチは早めに持ってるバルス。ルーンで取ってるのかな。1回は耐えれるかもだけど。重要なファイトが続くからね。ストップワッチ1個じゃ足りない気がするんだよな。Yeah, I mean, he has so much money. He picked up the Dark Seal as well early on. Hasn't been able to stack too much. The Raven Collector. But, you know, it's not like he's absolutely dumpstering every single fight, so hasn't been able to snowball that to 10. I mean, it's 17 minutes into the game. あれ、そういえばドレーブンってさ、スタック回収したの？ Faker is going to be able to set up engagements. The Collector is done. So if 2キル持ってるからしてから死んだのかな。 and then Zeus layers the ultimate, and then Guma layers his ultimate. It doesn't even matter how many auto attacks Guma does. The fight just kind of ends like that. Yeah. してたよ。There isn't really an angle for like, what if Guma gets caught by Emperor's Divide? You know, it's very unlikely. He got caught in mid, trying to catch a wave. In 5v5, it's going to be a little bit tougher. Aiming, trying to hit some of that poke. He is still fairly relevant in this game with the kills he's picked up. This turret is going to disappear. Yeah, and fighting for this Drake, this sole point is just not realistic for KT. They have no control whatsoever. ヘラルド2個目ぶつけて T1 綺麗にミッドタワー。ゴールドタワー6000。ドレーブンを狙うレオナ。And that is about it. Collector done for Gumushi as well. About half an item. ランブルトップ捨ててドラゴンに寄るね。1ウェーブ捨てて確実にドラゴンを取りに来る。これでクトンはごめんね。バイ。これドラゴン捨てといてね。It's a small victory here for KT. 5対5は絶対勝てねえからな。せめてタワー1個取ります。Because winning this fight, I think, was an impossibility, even if he shows up. They just have no control of chokes. They're way behind in items. And he's just going to pick up bounty gold. He's fine. Yeah, he's going to be able to get it. And there we go. Not even having to deal with the backdoor bonus or anything like that. And so Keen gets the 倒しに来るか？ノクターンだぞ。 He's probably dead. As the ward comes down. There's paranoia. And he presses dominus and stuff like that. He's not worth money. It's okay, right? ランブルにキル渡す。フェイカー狙われる。逆サイドで何かしなきゃいけない KT。タワーショット食らう。うまい。Yeah, handbag for Nico. でも KT も返すね。Still worth it to kill that crocodile, but he got gold for the rest of his team. And BDD just deleted mostly. He's going to be close here. I don't know if he can get this. I guess maybe just a few more of these. Maybe just おお、いけるか。 uses his shifting sands in order to get that. ミニオンが1匹なければな、あと1匹。 Double bounty gold. Okay. ゴールドはちょっと追いついてきたぞ KT。 My bigger concern, I mean, the gold lead was always massive, right? And some of that's diminished, but the next concern becomes for KT. でもね、レートゲームになっても多分勝てないんじゃないかな。 Because you can pick up some gold here, and then there's still a team fighting composition here. But how do you fight for a Baron? How do you fight for a Dragon? As this is just Keen getting caught here, obviously for committing for his turret and the bounty there. I think worth it for KT ultimately, especially with Faker dying in the cross map. So it does end up being fine. Faker does just get caught here by the ultimate despite trying to use his dash cannon to get out. セジョアネのアルティメットをさ、ニコの W でボディブロックとかできなかったのかな。フルトベルトもあったし、W もあったしで、正直簡単に逃げれたと思うんだけどな。Doesn't solve the fundamental problem how League of Legends works when you are behind against Nocturne, Nico, Draven, and Rumble.
Yeah, not to mention the outer turret is still up on the bottom side of the map for T1 to come on over and collect. They're looking for a Baron first. Immediate vision does come down, so KT, they can get over here. You can see T1 set up on flanks in multiple areas. Actually in the lead. The equalizer ランブルちょっとウルト早かったね。ニコThe Emperor's Divide finds 4, but it's the Azir just popped like a balloon. Decent damage. おお、でもレネクトもフラッシュインからのフィニッシュえぐ。ドレーベンプラス543ゴールド。But I don't think they're going back to the Baron right now because it was a 2 for 2. 2-2交換すげえ。ランブル倒したじゃん。ランブルのウルトがね外れたね。With Azir, I guess you could say that he's going to be able to do a lot of damage in these fights if T1 overextend or they're not able to instantly delete those targets. Now Guma picked up a ton of money here as well as you mentioned, but it's a very sloppy fight. ノーチのウルトに合わせてウルトでいいんだけどブリンク持ちのアジールだったからね当たんなかったわ。わあレネクトンでもよくあそこでフラッシュしたキーの判断もいいな本当。ここまでやられてるのレネクトンだったら腐りがちだけどレネクトン入ってって味方もしっかりフォローアップしてる。By the way, if KT do manage to pull off the miracle and they win the series, please vote for Keen. Because I've never seen a top laner's mental survive a game, like an early game experience like that, ever. We will have to see how it goes before I'm going to say. KT そのまま終わると思ったけどなんだかんだ食らいついてるな。5000ゴールド差はあるけど。That's fair enough. That's fair enough. But he'd get POG in my heart, you know. It's pretty impressive that 20分ゲームでもおかしくないのに。He has not just fallen over. No, he hasn't. うまいわやっぱ。It's still a 30 CS gap, right? It's still a massive lead for Zeus in this game, but Kane has been でも4ドラゴン40秒後。And just try and be that front line for the rest of his teammates. このファイトでどうなるかだよね。Yeah, no, definitely. And the honor goes straight to King. Yeah, straight to クラウドソウル持ったら本当バルス生き残れなくてな。That's going to be available in 20 seconds time. And T1, they can move over. ガチで終わるぞ。 Makes map control much better as Fake. うわーここに来てミニオンに化けてやがる。おでもやられたぞ。ランブルが遠い。ランブルのイコライザー。ランブルが燃やしに来た。ランブルが燃やしに来た。どうだランブルだ。トップギア。ランブルあそこからフォローアップできるのはえぐい。いやでも KT もすごいいい戦い方するね。Away from T1 here, the first of the Drakes here for KT. Their health so low, it's actually quite tricky to pull this one off. They can't even do it. KT, you start to see some decisions like this, and you start to worry. 4ドラも取られる。 Might have been if you're aiming maybe to see if you can get lucky and fire some arrows over that wall and see if you can kill those low health members. As T1, this could not be more disjointed. I mean, look at Faker, Guma. They follow up on this. There's a ton of peel here in this composition. The stopwatch is great for BDD. ニーコがいるとゲームすごいやりづらそう。 If they weren't super massively behind and Renekton was an actual champion here, this could have been disastrous for T1. But the wallets, as you often say, are extremely heavy here. And yes, T1 do end up giving Faker over, but it's a 1 for 3. And they're still going to be able to turn that into a Baron take. And ultimately, KT decide to try to start Drake Mayo with low health bars. And T1 will get Soul as well. And it's just really grasping at straws here for KT. Even T1's weakest and messiest engage isn't ultimately going to be enough to get them back into this one. Yep, not enough. And T1 now with Cloud Soul, my personal favorite, as well as the Baron, they're going to be able to take down. でもあれノクターンのウルトって消えるからね。視野が守られる代わりに。結局ノーチのウルトは食らっちゃいそうだよな。And he is actually going to be left alone. So this tower should actually be traded. Some bounty gold coming in, of course. The map is going to open up to the point where Ona can get in and look for the inner turret in mid lane. This is the top lane experience. I'm telling you, Keen is just like, all right, well, I guess I'll get bounty gold for my team if they're grouping. That's all you can do in these situations sometimes. He is going to pick it up. ランブルトル切った。入った。うわ、やっぱニーコフラッシュ持ってるとさ、
強引に決められるね。ニコ強え。なんだこれ、集団戦がいかれてる。プロトベルトからのフラッシュで分かってても食らうわ。ニコを軸にワンボーコンボ構成強そう。もうウルトぶっこむけ。Cuz trying to find something if he can, but the Nexus turrets are falling. A hook is going to connect there as Cuz is just going to get whittled down. Gumayushi just too massive on this Draven. They will be able to take the Nexus. GG!